はい、こんにちは。前の動画で、ジュリーは、巨人のジュリーは弱くてもいいみたいな。横のクリスタルを7割以上削れれば、えルシェンが確定で切断を打つので、ジュリー弱くてもいいんじゃないっていうのを出したんですけど、それだったらジュリーじゃなくてもいいんじゃねっていうのが今回のやつです。異属性モンスターだったら、光というか無属性のクリスタルを攻撃するんで、それでクリスタルを7割以上削れればいいと。で、後半というか中ボスとかボスのにも有効、つまり縦割りを入れられるとか、バフを貼れるとか、ようなキャラを考えた結果、結局シャイナ、がいいんじゃないかと。でシャイナはスキル1とスキル2というか、パッシブで縦割りを入れるので、スキル1だろうがスキル2だろうが縦割りを入れると、ちょっと見てみましょう。パーティーの動きとしては、一番最初にシャイナが動いて、全体攻撃かスキル1を打ちますと。スキル1を打つと、こんな感じで、クリスタルが7割以上削れると。そうするとルシェンが確定で切断打ちます。とりあえず打ちましょうか。で、中ボスも適当なんですけど、シャイナ、ルシェン、ローレンで、ここまで縦割りが多分入って、後続の、アタッカーね、火力モリモリアタッカーが攻撃しますと。で、シャイナがスキル1じゃなくて全体攻撃を打った時でも、どっちかのクリスタルか1体でも3割以下になればルシェンが確定で切断を打ちます。でボスと、このパーティーのいいところは縦割りが熱くなって、ジュリーの時よりも中ボスで縦割り入んないとかがなくなると。ローレンだと多分 15% で縦割りを外すんですよね、抵抗的臭の関係で。ちょっとオートでもやってみましょうか。多分ローレンとか3発とか2発撃ってるんですけど、攻撃がね、1回判定なんじゃないかな。3回ごとに判定あったら、どうなんでしょう。敵種高かったらほとんど縦割りミスんない気がするんですけどね。だって攻撃2発でいいか。2発で縦割りミスる確率って 0.15×0.15 で 2% ぐらいか。2% は引いてんのかなっていう気がしないでもないですけど、ローレンプラス、シャイナは属性が相性が悪いですけど、ミス出ても縦割り発動する系なので、で、難点としては、火力が出ない。ジュリーの分を属性相性の悪いシャイナにしてるので、火力が出にくいです。タイムはこんなもんだと。28秒。30、この感じだと36秒以内には毎回収まってます、僕のやつだと。そうですね。ローレンじゃない、後続のアランとかがもっと強くなれば、こんな風に第3フェーズではグダでうまくいってないことも多々あります。多々は
だからアランがちゃんとスキル3打たないととかっていうことですかね。まあそれでもそんなに遅くないんじゃないかな。36秒台。はい。もう一回いきましょうか、ラスト。投資とか積めるだけ積んで、あとシャイナークリ率100にしてとかっていう感じですね。でうまくいかないパターンとしては、シャイナがこれ一発目でこれ縦割り2発攻撃2発撃つんですけど、一発目で縦割り入れらんないと、7割以上削れないんですよ。で縦割り入れなくても7割削れるようにすると、縦割り入った時に倒しちゃうんですね、クリスタルを。で倒しちゃったらダメなんですよ、ルシェンが切断打たなくなっちゃうんで。てな感じでうまくいかないことも、確定切断がうまくいかない、確定じゃないんです。もううまくいかないと確定ではないんですけど、切断がうまくいかないこともあると。でも大体うまくいきますと。うまくいかなくてもまあまあ早く回りますと。こんな感じです。パーティーの構成としては、最速で動くシャイナー、クリ率は100が望ましいです。クリミスったり、あとこのスキル1の2回攻撃の1回目で縦割りが入んないと7割以上削れないので、縦割り入んないのはまあしょうがないんで、クリ率は100にした方がいいです。そうですね、敵中は60推奨。道中の敵は抵抗低いんで全然いらないんですけど、敵中は中ボスとかね、ラスボスに縦割り入れたいんで、60、このパッシブで25上がるので60にすると85になります、ちょうどね。はい。で次に動くのがルシェン。ルシェンはある程度の火力があれば大丈夫です。普通に火力ボスを削る火力にもなるので、激怒かもしくは闘志が望ましいんじゃないかなと思います。クリ率は適当でいいと思います。で3番目にローレン。一応クリダメ型にしてますけど、レイドのなんていうか残骸というか、レイド用からちょっと変えてみたいな感じですね。敵中は85推奨です。クリダメ型じゃなくても大丈夫だと思います。投資は積めるだけ積みましょう。で最後にアタッカー2体、アラン。アタッカーは何でもつったらあれだけど、アランとかあれなんだっけ、光のね、アマゾンだっけとか、強いアタッカー、テシャールとかですね。アランがいいと思います。で僕のアラン4番目に動くアランを敵手高めにしてるんですけど、さすがにシャイナとローレンで縦割り入るんで、この敵手もいらないと思います。アランの縦割りとかは、期待しないで火力に振った方がいいと思います。あとクリ率もなるべく高くして85以上ね。で大事なのは速度ですね。速度施設マックスの場合は、20何歩というのも、中ボスの、ゴーレムの速度が140、これっすね。中ボスの速度、
両サイドのゴーレムの速度140なんで、それ以上にしたいと。そうするとまあ一番遅いアタッカーも正確なちょっと数字は分かんないんですけど20ちょいは欲しいと。でこれアウチ、最後に動くアランも20ちょいと、はい、プラス20ちょいねという感じです。でまた例のごとくボーダーというか基準を計算しました。使ったデータというかは、毎度のごとく、サマンナーズウォービキを使って、ゴーレムじゃねえか、クリスタルの体力と防御力ねをここから取ってきて、あとチャクラムのスキル倍率ですね。でこれちょっと計算が厄介で 150% からかける2から 300% かける2とスキル1がで、しかもどういうことかっていうと、体力状況が悪いほどダメージが上がる攻撃と。で2回攻撃で1回ずつ別の計算なんですよ。例えば1回目の2段攻撃で1段目で 99% 削ったら2回目のスキル倍率は 300% になるみたいな、300% 近くになるみたいな感じで、ちょっと計算が面倒だったんですが、ボーダーを計算しましたと。シャイナが7割削るボーダーね、道中のクリスタルを。そうすると、こんな感じになりました。で注意しなきゃいけないのが加減もあるんですけど上限もあると。シャイナが強すぎると、シャイナの火力が高すぎると、クリスタルを倒しきってしまうと。倒しきっちゃうと、ルシェンが切断打たなくなっちゃうんで、それでもダメですよということで、この範囲、丸の範囲に収まるように、しましょう。この計算は攻撃リーダー 33% で投資0個の場合です。で投資1個につきシャイナの攻撃力が747なんで、それの 8% で大体60です。投資1個につき攻撃力をプラス60する感じで、例えば僕のだと投資4セットで攻撃力がプラス1023、クリダム143なので、投資4セットだと四六20でプラス240ぐらいだから、攻撃力がプラス1260ぐらいで、クリダム143なんで1260のクリダム143だから、だいたいこの辺ですね。だいたいこの辺にいるので、大丈夫なんじゃないのという感じです。じゃあ最後もう一回だけやって終わりにしましょう。シャイナが殴った。いやシャイナいいっすね。だいたい縦割り入れるんで。でもジュリーだと確定なんですけど、シャイナだと不確定要素、縦割りですね。火力とクリ率は調整すれば大丈夫なんですけど、縦割りでやっぱ 85% しか入らないんで多分っていうのがあるので、変動が嫌な人は道中の確定行動を絶対必要っていう人はジュリーがいいと思いますけど、そんな変わんないですね、速度も。はいてなわけで、ジュリー不要の巨人高速周回馬の紹介でした。以上です。終わります。